結構難しい問題ですよね。異宗教の結婚っていうのは。こんにちは、カレンです。私、毎月欠かさずやっていることがあるんですけど、皆さんの中にもされてる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、毎月1日に神社にお参りに行っています。昨日参りっていうんですけれども、月の初めに、神社に行って手を合わせて、今月もよろしくお願いしますという気持ちを、近所の神社に行くこともあれば、ちょっと遠い神社に行くこともあるんですけども、結構行かれる方は宮島の厳島神社に行かれていたりする方もいらっしゃると思うんですよね。なんかそうやって月の初めの気持ちを、新たにスタートできるいい習慣だなと思ってます。はい、今日はそんなこんなで宗教や神道と言いますか、そういった内容についてお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。日本の伝統的な、宗教なんですけれども、神道と呼ばれる神様の道と書くものと、あと仏教と呼ばれる2つがメジャーな日本の宗教になります。で、神道っていうのは先ほど私がお伝えした昨日参りのような神社に出向いて自然などを崇拝する拝むということなんですけれども、仏教はお釈迦様と呼ばれている釈迦阿弥陀仏という方がいらっしゃって、その方をに手を合わせるというものになります。で、日本はその両方を、兼ね備えているとか、両方を信じている方が多いです。私の家もそうです。結構いろいろあるんですけれども、神社だと、昨日参りにお参り行く方もいらっしゃいますし、本当にほとんどの日本人やってると思うんですけども、お正月1月1日2日3日、この元旦って呼ばれる期間に神社に行ってお参りをして、で、おみくじを引いたりお札を買ったりします。お墓参りっていうのもします。お盆、お彼岸とか年末年始の時期にするんですけども、その節目節目で祖先を敬うということもします。お寺参りをされる方もいらっしゃいます。ちょうど本当にタイムリーな話なんですけど、今日私の弟が四国のお遍路を終えて帰ってくるんですよ。88箇所のお寺を歩いて回るんですけども、こんなに自分と向き合ったことはないって言ってました。歩いてる間にもう本当にいろいろなことを考えたみたいで、お寺で手を合わせて、でその道中でお遍路をしている方にとても親切にしてくださる方が多数いらっしゃるんですよね。地元の方だったり、同じくお遍路をされている方だったり、そういったやっぱりコミュニケーションとかもあって、すごく充実した時間だったって聞いてます。日本では神道と仏教が融合して同時に信仰されていることが一般的です。これは神仏集合として知られています。日本人は神道の神様と仏教の仏を同時に崇拝しています。お寺で行われる主な儀式としては、法要、まず人が亡くなった時にですね、お寺の方を呼んで、法要をします。で、あと初詣、1月1日に1日2日3日に行われる初詣、これもお寺で行われます。お盆ですね、お盆8月の半ばに中旬にあるんですけども、その時期は祖先の、先祖の魂や霊がお家に帰ってくると呼ばれている時期になります。なのでお寺では特別な供養が行われています。あと葬儀ですね。仏教の葬儀では亡くなった方のご冥福をお祈りする
というのがあります。特別な儀式一つ例を挙げると、除夜の鐘、大晦日につく除夜の鐘108回つくんですけども、これを日本では、お寺で行われています。でこれをつくことによって1年の厄払いという意味が込められています。まず神事ですね。神社で行われる神職と呼ばれている方が、神様にお祈りをする儀式になります。あと例大祭と呼ばれている神社の出身を祀るお祭りですね。結婚式も神社で行われることがあります。これは神前結婚式というんですけれども、一般的に神様に祝福していただくという結婚式になります。特に神社では三種の神器と呼ばれているものがあって、剣、鏡、勾玉、これが、とても重要なアイテムになります。仏教の結婚式では過去、現在、未来を表す三具足というものを用いて挙げられます。とこれはブッダ、法、僧侶の3種類ですね。仏教の宗派は主に6宗派あります。で、日本は一番多いのが浄土宗、次に多いのが真言宗になります。神社でのお祭りですね。氏神様住んでいる近くの神社で行われるんですけれども、神楽での舞があったりとか、あとみこしを担いで歩いたりとかします。でこれがみこしや神楽はその日本の伝統的な儀式になるんですけれども、これでお祈り感謝を表しています。お正月は神社やお寺を訪れてお祈りをして、1年元気で過ごせますようにっていうお祈りをして、とお守りを買ったりおみくじを引いて楽しみます。あとですね、七五三という、儀式があります。3歳、5歳、7歳の時に子どもの成長をお祈りするという儀式になります。着物を着て、神社に行って、お祈りをしてもらうんですけれども、はい、すごく思い出深いですね、私の記憶でも。はい、日本で占いすごく人気だと思います。いろいろあるんですけれども、なんかこう手相を見て占う方もいらっしゃれば、生まれた日と、あと名前とかいろいろそういうものを使って占う方もいらっしゃいますし、カードを使って占う方もいらっしゃいます。座禅はですね、特定の座り方があって、まず足を組んで座ります。これ足だとしたらこういう感じですね。足を組んで座って、で本当に呼吸が大事です。すごく深く吸ってゆっくり吐くという呼吸をしながら心を統一させます。結構難しい問題ですよね。異宗教の結婚っていうのは。特に私は主人の家系が外国人の血筋なんですけれども、信じてるのは仏教だったのであまり変わりはないんですよね。でもやっぱり変わりはないけれども祝い方がやっぱちょっと違ったりするので、そこはお互いを尊重し合いつつっていう感じにはなっています。一般的ですごく残ってる文化になると思うんですけれども、やっぱりお祭りをすることによって地域を盛り上げたりだとかと、その地域の発展を祈願したり、また地域の人と顔を合わせることってすごく大切だと思うので、やっぱり日本ではそういうお祭りごとっていうのはすごく大切にされています。山、川、湖と動植物にもそうですし、石などにもそうなんですけれども、やっぱ山だと富士山とか有名ですかね。はい。あと、森、自然の中、やっぱパワースポットとも呼ばれてますよね。そうですね。日本はやっぱり核家族化というか本当に今まではおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、自分というような感じで、たくさん住んでた地域の周りにいたんですけれども、自分の家族だけ
例えば旦那さんとかご主人とか子供とかだけの家庭も増えたので、そういった面では無宗教な方も増えていると思います。そうですね、やっぱりいろいろ本当に宗教におけるイベントってあって、私はそういうのを大切にしていきたいなっていう思いです。なので自分の子供が生まれた時にやっぱりお宮参りやお食い初めの話題今日出さなかったな。お宮参りやお食い初めや、1歳になった時のお祝いや、あと年末年始に神社に行くこと、お墓参りに行くことだったりとか、お盆にもお墓参り行きますし、これから子供が3歳5歳7歳ってなった時に神社に出向いてお祈りをする。やっぱりそのちょっとしたイベントじゃないですけど、楽しいことはもちろん続けていきたいですし、そうやって取り入れてやっぱり思い出になるものにしていきたいっていう気持ちはあります。絶対ってするとやっぱり大変苦しくなっちゃうので、大変になっちゃうかもしれないですし、なのでその自分のライフスタイルに合う宗教の取り入れ方っていうのがすごく大切なんじゃないのかなと思っています。はい、それでは今日は宗教についてお話をしていったんですけれども、いかがでしたか？やっぱり私日本に住んでて日本のことしか知らない、日本のことをメインに知っているので、海外とか外国だとやっぱりキリスト教とか聞くんですね。日本にももちろんキリスト教の方っていらっしゃるんですけれども、でもなかなか生きていて宗教の話をすることってないんですよ。なのでぜひいろんな宗教について私も知りたいので、コメント欄にて教えてください。はい、私こんなことをしてますとか、逆に私も昨日参りしてますっていう方とかいらっしゃったら嬉しいですね。それとビデオの説明欄に私たちの文法コースの紹介もあるので、よかったらぜひチェックしてみてください。道元さんのコメディ動画を使って私たちが選んだ日本語の文法ポイントを解説したりしています。道元さんの肯定アクセントと発音のコースもあるので、それもぜひチェックしてみてくださいね。ネイティブスピーカーのように聞こえるコツがわかるとってもいいレッスン動画の一つなんです。おすすめです。これからも日本のことや日本語を学ぶコツをお届けしていきたいと思います。それではバイバイ。